こんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。本日は前回さばいたマゴチを唐揚げ南蛮漬けにしていきたいと思います。このチャンネルは普段お客様には見せない厨房の仕込み風景を週1回放送してますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、というわけで皆様1週間お仕事お疲れ様でした。今週は土用の丑の日があったので、おかげさまでうなぎが大盛況で大忙しの1週間でした。地元の皆様本当にありがとうございます。さあ、では本日もさばいていきましょう。序盤から早速全集中を使っちゃいます。後半まで持つかなとはいうものの、唐揚げなのでね、若干気持ちに余裕があります。っていうのはね、やっぱり刺身の時の方が気を使うんですよ。唐揚げとなるとね、料理屋としては最低限形を整えなければいけないんですけれども、最悪ね、切り方を失敗しちゃったとしても、唐揚げにしちゃえばね、盛り付けの仕方を工夫すれば一品料理としてもちゃんと提供できますので、そういった意味では気楽ですね。反対に刺身は鮮度の目利きももちろん大事ですし、その魚の特徴に合った切り方をしなければならないので、それなりの知識と技術がないといけません。このあたりのことは学んではきましたが、まだまだ完璧ではありませんので、日々勉強だと思っております。はい。なんか真面目な話になっちゃいましたね。さあ、気を取り直して次行ってみましょう。さあ、では南蛮漬けにするためにまずは唐揚げを作りましょう。一応先に僕の南蛮漬けの作り方をお伝えします。他の方とやり方が違うと思うので、あくまで参考程度にお聞きくださいね。まず最初に切り身を唐揚げにします。そして揚がったら油を切って温かいうちに容器に入れておきます。次に南蛮漬けのタレを作り火にかけておきます。沸くまでの間に野菜を刻んでおきます。野菜はだいたい人参と玉ねぎですかね。刻んだら唐揚げの上に置き、熱々のタレをその上にかけて出来上がりです。こうすることによって身に味がよく含まれるのと同時に、野菜にも適度に火が入ります。はい、唐揚げの完成です。さあ、さばいてではなく野菜を切っていきましょう。どちらも薄くスライスしていきましょう。当然ですが、薄い方が火が入りやすいのでね。皮を剥いて繊維に沿って縦に切ります。ちなみにそんなん知っとるわーって話ですけれども、玉ねぎを炒めるときは繊維に沿って縦に切ります。反対にサラダなんかにして辛みを抜きたいときは繊維を断ち切るように横にスライスして切ります。一応ね、皆さんご存知だと思いますけど、念のためお伝えします。人参はかつらむきにして薄く千切りにします。かつらむきはこの料理の世界に入って一番最初に教わった切り方ですね。初めは全くうまくできませんでした。途中で切れないようにこうやって長く切る特訓をですね、毎日のようにしてましたね。まああまり得意ではないので未だに失敗したりしますね。今日はうまくいった方です。よかったよかった。ちなみに刺身のつまあるじゃないですか。あれもかつらむきで作るんですけれども、その時のですね、薄さの基準っていうのがありまして、新聞紙を敷いてその上に作ったかつらむきを置いて、それで新聞紙の字が読めるかどうか、これが当時先輩から言われたかつらむきの基準でした。かつらむきを作って先輩にチェックしてもらうんですけれども、もうね、ほんとこの先輩の採点が厳しくてですね、全然合格もらえないんですよ。もちろんね、今考えるとどうしようもないかつらむきを作っていたわけなんですが、それでもね、自分なりには一生懸命作ってました。先輩から合格がもらえないものはですね、もうメニューとしてお店で出せないので、全てまかない行きでした。もうね、あの時は辛かったですね。めちゃくちゃへこみましたね、あの頃は。でもね、あの頃のあの大変さがあったから今があるんだなって思ってます。先輩、
本当にありがとうございます。はい、では刻んだ野菜を魚の上に置いていきましょう。この後ね、グツグツの南蛮漬けのタレをかけますので、青い野菜は入れないでください。なんでかっていうとね、色が飛んでしまうんですよ。青い野菜を混ぜるときは冷めてからにしましょう。湯気が出てるでしょ。これぐらいね、熱々のものをかけて、それで一晩置けばギュッと味が入りますので、おすすめのやり方です。で、これが一晩経ったものを盛り付けました。青みはね、万能ネギでもいいですし、パセリを刻んだものでもいいですし、お好きなものでやってみてください。はい、では本日は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。